はい、こんにちは。今回はシャープ5ということで即死オブジェクトを置いてライフの減少とゲームオーバーとついでにタイトルなんかも用意してみようと思います。前回の続きの中で必要な素材があるので、前回の素材の中に入っている PDF を動画通り進めている方がいたら見ていただいて、パニックパンプキンさん、ってサイトの、みそかさんっていう方が運営されてるんですが、サイトとしてはパンサウンドっていうサイトの1コンテンツ、1ページっていう扱いなのかなと思うんですけど、見ていきましょうかね。このパニックパンプキンサイトを、お借りする要因としては、割と自由に使えるのかなっていうところと、データがウェブ素材っていうことで、変換をかけましょうみたいなそういう工程が必要がないのが結構いいなっていう形で今回このパニックパンプキンさんを、お借りしようかなと思います。で、利用規約として、一応無料で自由っていう扱いで、可能というか強制ではないけれども、書いてくれるなら C パニックパンプキンって書いておくと、いいのかなっていう感じですね。で、基本的に、あれですよね、他の素材と一緒で、この素材をどっかしらになんか販売するそのまま販売するみたいなことしなければいいかなっていう感じの扱いになってるかなと思います。自分で一応利用規約はちゃんと詳しい利用規約も確認して、使っていこうかなと思います。で、今回必要なのは楽しい BGM っていうところでバーガーショップですね。あと出ました一等賞で、あとなんか使ったか覚えてないんですけど、小熊のポルカっていうのも入れてますね。で、あとは怪しい BGM の中から、RPG ダンジョンの、どれだ前人未到ですね。あとは、どれだジングル、これあれですね。ここダンジョン、RPG ダンジョンってなってますけど、前人未到ですね。で、ジングルの中から、ゲット3、これですね。ゲット3を名前をつけてリンクを保存ですかね。で、クリア4。で、タイトルコール1。で、あとは、ジングルの位の中のゲームオーバー6。これかな。このゲームオーバー6を右クリックで保存。で、ところまでできたら、今回全部いっぺんに使うわけじゃないですけど、その辺を、いっぺんにダウンロードしておくと、移行の作業が楽かなと思います。次に、いつも使わせていただいている大箱さんのサイトの雑草小屋まで飛んでもらって、今回使うのはこの基本動作の、3番になってくると思うんですけど、ダッシュバックステップ。これだけ必要なんですけど、結構今後、この、PDF の方見てもらうと、結構いくつも使うことになるので、これくらいあると、これとこれとかっていうより、もう全部借りておいて、自分なりに使ってみるみたいなのもいいんじゃないかなと思うので、今後はとりあえずここからダウンロードみたいな話はしなくなると思うので、ダウンロードして、全部は大変だなっていう場合はこっちの PDF の、指定のやつを
選んでもらえればなと思います。保存方法としては右クリックから名前を付けて画像を保存かなっていう感じですね。素材が保存できたら、こちらの前の、シャープ4で作ったデータを開いて、で、まあ、どれだ？チルの03ですね。この、まあ、必要なのこの、そっくり返ってる感じのやつですけどね。で、素材を、この赤いテクスチャーズのフォルダーの中に、どこ行った、ドラッグして、まずこのスプライトアクションズの Apply Paper 2D Texture Settings を一旦クリックして、にじみ系をなくした状態で、あと確認したい点として、このニアレストにしといて、ミップマップなしになっているのを確認して、背景を透過させます。で、ここまでやったら、分割しましょうか。スプライトアクションズのエクストラプトスプライツを、グリッドの設定にしてスプライトアンダーバーを消して、セルの幅を80、セルの高さを96で大丈夫そうなのでそのままスプライトで、スプライツのフォルダをちょっと開いた状態で、チルドのフォルダにドラッグして、で、チルのフォルダに移動した状態で、この一番最後のアンダーバー24、チルの03アンダーバー24を、クリエイトフリップブックで、これはまあこのまま一旦上のフォルダに移動させて、名前なんですが、ここはチルの06アンダーバーですにしてます。これ一旦なんか、投資で作ったので、番号的には06がこの流れだと良さそうかなっていう感じで06になってます。って感じですかね。はい。チルドの素材はここで、今日の分に関しては一応素材が用意できました。で、次テクスチャーちょっと特殊というか、あんまりおすすめじゃない方法をやろうかなと思うんですけど、一旦このタイルマップを分割っていう作業をしてみようかなと思っていて、このスプライトフォルダーの中に新しいフォルダー BG っていうフォルダーを作って、この中に一旦なんですけど、このタイルマップを移動させて、でここでアクションスプライトアクションズの何でしたっけ、このエクストラクトスプライツでこのグリッドにしてスプライトアンダーバー消して、ここを 16×16 にして分割して、ちょっとこの辺の素材を個別に使ってみようかなという感じで、ちょっとこれくらいたくさんあると、あんまり非力な昔のパソコン使ってたりすると、なんかちょっと重いとかっていうことが発生するかもなと思うんですけど、とりあえずこれを使わせてもらおうかと思うので、これでいってみます。で、分割すると、こう、バラバラバラとこう、できてくるので、これを、一旦ここに持ってきたテクスチャーは一旦戻したいなと思います。で、今回使うのは、トゲのデータで、番号としてはアンダーバー262になるので、これを、なんていうんですかね、これを、名前を変えましょうか。これの名前を、
bg アンダーバー262アンダーバー、トゲにしてみましょうか。で、ちょっとこの状態だと、これしか映らないので、このフィルターのだいぶ右の方にあるバッテンを押して、一応 BG ってやっていくと他の素材よりちょっと前に出てくるかなっていうだけの理由で BG ってしてるんですけど、でこれを、使っていきたいなと思います。でここまでできたら、これを使ってブループリントを組んでいこうかなと思います。ブループリントのフォルダを開いて、オブジェクト、この中に作っていきます。今回もブループリントクラスで、アクター、一番上のアクター、いろいろあると思うんですけど、アクターを選んでもらって、BP アンダーバー、ダメージ、アンダーバートゲとかにするじゃないですかね。これをダブルクリックで開いて、ちょっと今回この玉は邪魔かなと思うので、シーンを選んでドラッグして見えなくして、次にスプライトと打ってペーパースプライトを出して、でここに対してソーススプライトをBG262 トゲっていうのを選びます。これで出てきたかなと思うんですけど、でトゲをとりあえず上がベーシックにしたいので、回転を Y の値を180にして、見え方を確認するためには右にした方がいいかなと思うので、右にして、ライティングなしにして、寄った状態で、この世界は今のところ他の素材とかが5倍になっているので、5倍にして、サイズ感を他と合わせた状態で使っていきたいなと思います。で、5倍にした状態で次が、このコリジョンのボックスコリジョンっていうのを、使おうかなと思っていて、このペーパースプライトのを触った状態でボックスコリジョンを作っちゃうと、ちょっと変なスケールみたいなのが入っちゃうので、このシーンを選んだ状態で、ボックスコリジョンを選んで、サイズを、いくつですかね。40、40、20くらいにしておきましょうか。で、位置合わせをちょっと20、マイナス20にしてやってみました。あとは、この辺、あれですよね。難易度によって、このボックスのサイズをもうちょっと小さくすると、なんか触れてないのに触れたみたいな、そういう現象が減るかなと思うんですけど、今回は数字的に使いやすいので、このままいきます。で、あと、このペーパースプライトをもう一回選んでもらって、このコリジョンプリセットの中のブロックオールダイナミックになってると思うんですけど、これをノーコリジョンにしておきます。このスプライトのデータっていうのが、一旦この BG のフォルダを見てもらうといいかなと思うんですけど、このスプライトのデータっていうのが、この、なんていうんですかね。ここに置くともうボックスとして、なんていうんですか、ブロックオブジェクトとして読み込まれるので、なんていうんですかね。数える程度置く部分にはこういう感じでブロックにして使ってみるのもありなのかなという気もします。うん。ただ今この世界だと置いた瞬間また5倍にするとかっていう必要が出てくるんで、ちょっと利便性が悪いですね。このスプライトのボックスとして使うっていうのは。でもとりあえずそういう、なんていうんですかね、置いたらとりあえずブロックになるっていうのがスプライトの
特徴というか、まあそういうものっていう感じですね。じゃあとりあえず次、まだブループリントの調整が終わっていないので、まあトゲに戻ってもらって、このボックスにオーバーラップ、まあ、キャラクターがここにオーバーラップしたら、またいつものように何かが起こるみたいなことにしたいなと思うので、イベントグラフ。今回も begin 触れたら何かが起こるっていうとこだけ使おうかなと思います。ちょっとここあれですね、シャープ4、5と、シャープ5まで1からずっとこの begin オーバーラップばっか使ってる気がしますけど、とりあえずこれで 2D と打って、まあでもよく使う部分なので、こういう処理は何回もやった方が初心者の時はそういうもんなのかっていう感じかもしれないなって感じですね。で、キャラクター、これでオーバーラップしたら、キャラクターがオーバーラップしたら、どうにかなるっていう状態で、あとはここにキャラクターの中に関数を持って、キャラクターが触れたら、デス関数を走らせるみたいなことにさせたいなと思います。キャラクター。ブループリント直下の 2D サイドキャラクター、スクローラーキャラクターをダブルクリックして、やっていきたいんですけど、ちょっとこの辺、そろそろ整理したいなっていう感じになってきたので、整理しましょうか。これを整理するには、この辺、どう整理するかっていうところが、まあ、こうしなきゃいけないっていうことが、まあ、あんまりないと思うんで、ないのかどうかわかんないですけど、とりあえず、自分はっていう形で言うと、まあ、あれですね、この一番太いラインが、まあ、クロスしてるところが、まあ多分みんな基準って考えてるかなと思うんですけど、これより上には、ビギンとティックだけしかないっていう状態にしとくのが、まあ、個人的にそうしてるっていう感じですかね。まあ、いろんな意見があるかなと思うんですけど。で、もう一個個人的に、まあ、毎回やってるわけじゃないですけど、整理したいなって思うときは、同系統のものは同系統の色のコメントで扱うみたいな形にしてることが多くて、で、まあこのフリップさせるっていう、まあ、左右を反転させるテクスチャー、ここで言うとチルの画像を右押したら右の画像、左押したら右の画像っていう形で180度画像を反転させるっていう、方法なんかもここでちょっと切り離して、これはこれで別の状態で持っていきたいなと思います。で、どうするかっていう形ですけど、ここにカスタムイベントを追加。このカスタムイベントっていうのがほぼ関数って扱いになるのかなと思うんですけど、まあディレイとかを入れられるっていうところで少し関数との差別化があるのかなっていう気がするんですけど、名前をアップデートアンダーバーフ、読みにくいですね。フリップ、スプライトにしましょう。スプライト。
プデートフリップスプライト。で、これをつないで、これも、ムーブメントコンポーネントからベロシティで持ってくるっていう扱いがまあいいのかどうかっていうところをまあいいんですけど、なんかここどれが正しいっていうのもよく分かってないので、このまま持っていきます。で、ここもアップデートフリップスプライトにしといて、このアップデートフリップスプライトを動かすために、ここにアップデートフリップスプライト。で、まあこれで、まあ、何かしら左右の動きがある状態になったら、これがちゃんと起動しますよという状態ですね。で、アップデートアニメーションもまあここに置いといて、で、まあさっき言ってた色を調整っていう部分に関しては、まあ、細かい色を指定してしまうと面倒なので、どうなんでしたっけ、ここだっけ。まあこの青緑のところがまあちょうど011のところなので、一番よく使う要素に関してはこの初音ミクカラーみたいなのを使って、この同系統の処理ですよというのが分かりやすいようにしとくと、まあ後々見やすくなるかもなーっていう感じですよね。よいしょ。よいしょ。あんまりこの辺最初のうちにびっちりやっても後々こう動かさなきゃいけなくなってくると思うのでって感じですかね。流れとしては、左右の移動があったらこっちの処理が進んでいくよっていう形で、まあそれ以外をまあどんどん下に連ねていこうかなっていう感じですかね。で、Begin プレートティックは、まあ、必要な時に使うかなっていう感じです。で、今回は、変数、デス変数を作ろうかなと思っていて、まず、b です。b です。まあなんで b って入れるかっていうあたりで、ブーリアンだからっていう扱いかなと思うんですけど、この辺はあれなんですよね。なんか、なんだろうな。他のプロジェクトデータとかを見てると B って入れてる人が多いから、まあ、なんとなく B って入れとこうかなみたいな感じで B ですにしてます。ブーリアンの B です。ただこの B を入れとくと、ここにこうゲットとかで持っていくとこう B が消えるっていう、なんですかね。まあ、ブーリアンは B って入れるもんだよねっていう扱いで消えるのか、どうなのか、ちょっと詳しい人にちゃんと聞きたいなと思うんですけど、で、今回これに関してはここで、基本関数っていう扱いで使おうかなと思うんですけど、カスタムイベントを追加で、です関数。とりあえずこのですを、先ほどのトゲが当たったらこの関数を呼ぶっていう扱いにし、関数っていうのかな、カスタムイベントを呼ぶことにして、セットでチェックを入れて、このセットでチェックを入れるっていう扱いから、ちょっと、どうしましょうかね。ですと入れて、次に、これもちょっと、ここに入れていいのか、悩ましいとこなんですけど、ディサブルムーブメントを、入れます。このディサブルムーブメントっていうのがちょっと悩ましいノードになっていて、これ気軽に使うと、
なんていうんですかね、これを使った後、また復帰させたいっていう時に、このエナブルムーブメントみたいなのがなくて、もうこれを一回使ったらもはや、この、なんだろう、レベルリセットさせるまで全く動かないオブジェクトになってしまうので、ちょっと使い方に、注意が必要な気がするやつですね。で、これを使わない場合は、ディサブル、ディサブル、ディサブルインプットと、なんですかね、ストップ、ストップ、ストップムーブメント、このイメ、インメディテイリーっていうのを使うかなと思うんですが、あとこのキープなんちゃらっていうのとストップアクティブ、ムーブメントに関しては、まあ、なんかこれでも止まるらしいんですけど、なんか自分の環境だとあんまり止まらないことが多くて、なのでこの中で言うと、このストップムーブメントイメディエイテリーっていうのが、まあ、一応止まるかなっていう形で、このディサブルムーブメントの代わりに使うとしたら、このディサブルインプットを入れた上で、ストップムーブメントイメディエイテリーを使うと、なんていうんですかね。一応止まるっていう形なんですけど、ただこのディサブルムーブメントの場合は、もう一回これ決めたら、例えば、なんだろうな、衝突オブジェクトがガンって当たっても全くビクともしないんですけど、こっちのストップムーブメントイメディエイテリーだと、まあ、なんていうんですかね、ジャンプ中だったりとか、結構加速がついた状態でこの、ノードをかませても、一旦、えっ、と、なんだろうな、止まりきらずに、そのまま、なんかどっかにすっ飛んでっちゃうことがあるので、えっ、と、なんだろうな、絶対止めたいっていう場合はディサブルムーブメントで、まあ、とりあえず一旦止めとこうかなっていう場合はこのインプットで止めた上、入力をなくした状態で、ストップムーブメント、インメディエイテリーを入れるといいのかなっていう感じですよね。あと、まあ、他にちょっと試した状態だとディレイを入れた後、このストップムーブメント1回、この0.01くらいディレイ、0.01とかを入れると、まあその加速しすぎてて止まらなかった時にも止まるかなっていう使い方をしたことがあるんですけど、あんまりおすすめできないですよね。かっこよくないんでまあみんなもしこうしてるんだとしたら、まあ、これでいいのかなって気がするんですけど、ちょっとなんか不格好ですよね。ディサブルムーブメントの場合は、インプットとかもはや関係なく、もう絶対動かないっていう状態なので、まあそういう感じですよね。で、このムーブメントの後に 2D、2D というかまあ、サウンド。プレイ 2D サウンド。よいしょ。この辺も、この状態で SE ピチュンを当てると、まあ、なんかまあ、なんか自分で作った変なピチュンって音なので、まあ、公式というかその、東方系のちゃんとしたピチュンって音が良ければ、そういうのを自分で持ってきて入れた方がいいかなと思います。で、あとあれですよね、この状態で懸念されるのが、結構何回もオブジェクトがぶつかって、ピチュン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 、なんだろうな、音が連続で発生するみたいなことを避けるために、この do once っていう扱いの、まあ、この辺とかにかませることが多いんじゃないかなと思うんですけど、なんか今回に関してはとりあえず入れなくてもいいかなと思っているので、一応まあこの辺とかこの辺は、代わりというかまあ使う可能性があるかなっていうので、見とくと、なんだろうな、ちょっと自分の好みじゃないんだよなっていう時に、えー調整用としてこの辺を知っとくといいのかなという気がします。
プレイサウンド 2D の後は、これもまあ、あってもなくてもいいかなっていう感じなんですけど、セットコリジョン、セットコリジョン、セットアクターエナブルコリジョン。これのチェックを外しておくと、これは全部、ここに、コンポーネントを当てると、特定のオブジェクトだけコリジョンが入ったり消えたりっていう形になると思うんですけど、エナブルコリジョン。このチェックを外しておくと、コリジョンがなくなりますよっていうことで、例えば、あれですよね。敵の、なんだろうな、弾が複数飛んできてるときに、ダメージっていうか、死んだ状態で、常に何回も何回もこう、ダメージを、死んでるのにダメージを受ける音がし続けるみたいなことを、このコリジョンをなくすことによって、もはや死んだよってなったら、もう何も受け付けませんよっていう状態にしとくと、これがあるからこの do once が必要ないっていう扱いになるかなと思うんですけど、とりあえず今回はこういう処理にしておこうと思いますっていう感じですかね。あとはとりあえずあとはこのダメージを受けましたってところから D ボタンを押しながらクリックすると、このディレイっていう、なんだろう、何秒間か待ってから処理をしろっていうやつが出てくるので、ここのデュレーションを2にして、で、ここにコンソールコマンドで一旦リスタートっていう扱いにしようかなと思うんですけど、これ前回というかだいぶ前に作ったデスゾーンの中にあるこのリスタートレベルを借りてくればいいかなと。コントロール C、コントロール V で持ってこれるので、ここに入れて、ちょっとゴミも一緒にあるんですけど、これでデスゾーンじゃない、デス関数、デスカスタムイベントですね。ができたので、これで、この関数に対して、この as2D サイドスクローラーキャラクターの青いところをクリックして、ですと打つと、関数が呼ばれるので、この針に触れたら、キャラクターの中にある関数に飛んで、ですのチェックが入って、リスタート、2秒待ってからリスタートがかかりますよっていう扱いですね。じゃあとりあえずここまでやったら、あれですかね、ちょっとこっちの方のメモの中に、このエナブルっていうのが可能にするっていう意味ですよっていうメモが自分のなんだろうな、今日やる中に説明する中に入ってるので、可能にする、エナブル、結構こう右クリックしてエナブルなんちゃらってやってくると、これも何かがオンオフできるんだっていうのが分かりやすいので、なんだろうな、このオブジェクトとかこれってオンオフできんのかなっていうのをエナブルって検索するとある程度チェックできるかなっていう気がしますね。で、意外とこれもチェック外せるんだみたいなのもあったりして、たまにチェックしてみるのもいいのかなと思います。で、ですまでいったので、じゃあトゲを置いてやっていきましょうか。BP ダメージトゲをここに、この辺に置きますか。ここに置いて、今とりあえず背景を
オフにしてあるので Y 軸には変な数字は入っていませんっていうことでやっていきましょうかね。これで再生すると音だけして、って感じですよね。音はするどもまあ何が起こってるのかよくわかんないっていうところをなんだろうな、ここの設定をしていきたいなと思います。なんていうんだろう、ここを触れたらダメージ受けたぞ画像に変更するっていうやつですね。それを作るためには、2D サイドキャラクターのここですね。このアニメーションセットアップじゃない、ハンドルアニメーション、アップデートアニメーションをちょっと調整したいなと思います。いじり方としては、この辺を下に持ってきて、ブランチをコントロール C、コントロール V で持ってきて、このブランチのフォルスを下につなげて、トゥルーをこっちに持ってく。セットブック。で、ピンを1個増やして、ここまでか。このセットを入れて、仮に、後で6にするんですけど、これを4にして、4の状態で、この06デスを選んだ状態で、この B デスをここにドラッグしてつなげると、死んだ時は4が走りますよ。死んでなければ他の通りですよっていう状態になるので、これを、やっていこうかなと思います。これだけ入れれば多分動くんじゃないかなと思うんですけど、って感じですよね。この処理がいいかっていうと何とも言えないんですけど、とりあえずダメージ受けたなというか、今回の場合はダメージというよりは死んだっていう扱いなんですけど、死にましたっていうところを、できたんじゃないかなと思います。点滅とかをやり始めると、マテリアルをいじる、マテリアルを、いじることになったら、この辺の死にましたってところで点滅するみたいなことをやってもいいのかもしれないんですけど、とりあえず、あれですね。点滅とかは今のところしないで、死にましたっていうとこですね。これどうなんだろう。さっきスピーカーの音が入っちゃったかな。このピチュンって音がうるさすぎたかもしれないですね。よいしょ。とりあえずここまでで、死にテクスチャーまで行ったので、次は、このライフ、03ライフってなってるところを、減らしていこうかなっていう感じですよね。はい、続きをやっていきましょう。からの、ゲームインスタンスですね。このオブジェクトをダメージというか、死んだらゲームインスタンスに、ゲームインスタンスの数値を変えるっていう扱いで、このブループリンツのフォルダーの直下にある BP ゲームインスタンスをクリックして、で前回ちょっと、あれですよね、このスコアカウントを、カウントアップとかにした方がいいのかなっていうところで、コインカウントもコインカウントアップ。
プにしときます。で、で、今回はまた変数を1個増やして、変数 life アンダーバーカウントですかね。で、まあ、ブーリアンからインテジャーに変えて、まあ、前から続けてやってる場合は、ここ、ブーリアンになってないと思うんですけど、まあ、インテジャーにしといて、で、関数を、なんですかね、life カウントダウンにしときましょうか。ライフカウントダウン。で、このカウントダウンに関しては、ライフカウントのゲットを選んで、ライフのセットを選んで、ここにマイナスと打ったら、インテジャーマイナスインテジャーが出てくるので、こういう感じですかね。死んだらマイナス1っていう関数ですね、これは。死んだらっていうか、まあ、死んだ時に呼ぶっていう扱いですけどね。で、これができたら、次にやるのは、どれだ？次にやるのが、そう、初期値。初期値をとりあえず3にしとくことで、まあ別にこうゲームによっては99とか10とかにしとけばいいかなと思うんですけど、とりあえず、まあ、仮に3にしといて、で、ライフカウント。そうですね、さっきのキャラクターの、どうですか、このディレイの後あたりに、ゲットゲームインスタンス、なんか毎回呼ぶのめんどくさいんで、どっかしらから持ってきたいですが、どこだ？どっかないのかな。まあ、どっかあると思うんですけど、まあ、いいや。とりあえずゲットゲームインスタンス。これですね。ゲットゲームインスタンスからの PP で、これをキャストにして、なんかここあれなんですよね。飛行機がめっちゃ上通ってくんで、時々うるさいんですよね。まあ、マイクで拾ってるかどうかはわかんないんですけどね。で、ここは、青からライフを選んで、カウントダウン。関数呼び出しで、カウントダウンを選んで、って感じですかね。まあ、仮にリスタートをかけてるっていう感じですね。で、まあ、数値を変えるっていう意味で言うと、あとはハット、2D サイドハットを選んで、ライフのところをバインディングを作成ですね。で、前回この名前付け忘れてた getText0 っていうのがスコアカウントのことなので、0はスコアバインドにしましょう。スコアバインドで、新しくできたやつに行くんですけど、この get、前に作った get インスタンスと get、じゃあ、BP インスゲームインスタンスをコピーで持ってきて、よいしょ。持ってきて、これで、なんですかね、ここに get life カウントですね。をつなげば、まあいいんじゃないかなって感じですね。で、桁数は、まあ一応2にしといて、まあそんな3桁以上いくことないと思うんですけど、チェックはまあ外しとこうかなと思います。まあ、これで多分、これで、どうなんですかね。どんどんライフが減ってってますよね。で、まあこのマイナス1より下になったら
ゲームオーバーっていう形にしたいなと思うので、そういう処理に組んでみたいと思います。その場合、どこ行けばいいんだっけな。処理をするんだとしたら、どこだ？キャラクターでやりましょうか。この辺の処理は、ゲームモードかゲームキャラクターかどっちかっていう選択になると思うんですけど、どうなんですかね。とりあえずキャラクターで処理、特にここの間に入れようかなっていう処理なので、キャラクターの中でやっていこうと思います。次が、どうしようかな。ここから、ライフで、ゲットでライフカウントを選んで、ここの数値がマイナス1になってたらっていう扱いにしたいですね。マイナス1と、このインテジャーダイナリ0より大きければ、0よりというか0以上であればまだ残機があるのでリスタートで、0より、マイナスになってた場合はオープンってやつとオープンレベルが出てくるので、ゲームオーバーっていうオブジェクトじゃない、マップレベルですね。ゲームオーバーに行くということにしたいなと思います。ただ今このゲームオーバーっていうマップがないので、このマップ図の中に作っていきますか。とりあえず今回はゲームオーバーっていうマップと、このゲームオーバーの後に、この元のところに戻ってくるっていうものにしてもよかったんですけど、それだとなんかゲームオーバー感が全然なかったので、ちょっと一旦タイトルに戻るっていう扱いにしたいなと思います。あとこの 2D サイドスクローラーエグザンプルマップっていうのが、ちょっと長すぎるので、なんていうんですかね、新規で新しく作った方がいいかなと思うんですけど、ちょっとめんどくさいので、もうこのままレベル01っていう名前に変更します。で、これの変更してしまうと、プロジェクト設定の、マップ&モードで、今はちゃんと変わってくれてるかなと思うんですけど、一回閉じて読み込むと、ここが、おそらくなしになってしまうと思うんですね。ここも。なので、ここで自分で再度選択し直すと、エディターのスタートアップっていう形で、ここが開くと思います。この辺が影響してくるのは基本的に最終的な、なんですかね、パッケージングの時に影響してくるかなっていうくらいな気がするんですけど、とりあえずここ、名前を変えてしまったら、デフォルトの名前を変えてしまったら、ここはちょっとチェックしたいなと思います。って感じですかね。レベルゲームオーバーを作成して、次に 2D キャラ、ブランチを、あとやんなきゃいけないことは、ゲームオーバー。とりあえずゲームオーバーとこのタイトルに関しては、キャラクターとちょっと別のポーンとゲームモードを用意したいなという形なので、って感じですね。用意するものとしては、ブループリントでゲームモードベースを選んで、pp アンダーバー、ゲームオーバー、アンダーバー GM。ゲームオーバー用のゲームモードと、
ゲームオーバー用のハットですね。ちょっとこの 2D サイドハットを複製して、ここを pp アンダーバーゲームオーバーとハットって感じですかね。必要なのはこれくらいかな。あとはタイトルの方も用意して、ゲームモード pp アンダーバータイトルアンダーバー gm で、ハットの方は新規で作って pp アンダーバータイトル hud ですかね。で、今のところ必要なさそうかなと思うんですけど、とりあえずブループリントのポンを1個読んどいて bp アンダーバーインプット、ちょっとわかりやすいように大文字にしとこうかと思うんですけど、このインプット、なんていうんですかね、このブループリントをポンと置いとくと、このキャラクターとかがいない時にも入力を受け付ける用のオブジェクトがあると少し便利な時があるので、一応用意しておいて、ちょっと今回は段取りが悪いですけど、ゲームオーバー GM をダブルクリックして、デフォルトポンを、どれだ ?pp アンダーバーインプットにして、タイトル GM のデフォルトポンも pp インプットにしといて、必要なのはあとあれか。この 2D サイドのところのビューポート、イベントのウィジェット作成をちょっとコピーしてきて、イベントグラフで、ここにつないで、ゲームオーバーをゲームオーバーのハットにして、保存して、タイトルをタイトルのハットにして保存して、あとはレベルの方ですよね。基本的にゲームオーバー保存しておきましょうか。ゲームオーバーを開くと、なんですかね。あれワールド。あれが出てこないですね。ワールドなんちゃらが出てこない。表示、ウィンドウ詳細、どれだワールドセッティング。ワールドセッティングをゲームモードの、なんだ、これ今開いてるのがゲームオーバーの画面なので pp ゲームオーバー GM を選んで、何もしないとキャラクターが、普通にプレイしてる時の画面になってしまうので、ゲームモードをゲームオーバー用に変更します。で、とりあえず全て保存にした状態で、次にタイトルへ行って、タイトルの方もゲームモードオーバーライドを pp タイトル GM にします。っていう感じですかね。とりあえず、これでベースはできたので、これですね、初心者というか、これで理解できるんだろうか。とりあえずやっていきます。キャラクターのブループリント開いて、ゲームオーバーに行くっていうのと、リスタートはそのままでいいですかね。ゲームオーバーに行きましたっていうオブジェクトなので、とりあえず一
旦ゲームオーバーに飛びましょう。で、ゲームオーバーの画面でプレイを押すと、一応ハットは出てくるかなと思うんですけど、何もないので、とりあえずゲームオーバーという文字を入れたいと思います。なんかね、このゲームオーバー。このホリゾンタルボックスはちょっと邪魔なので見えないようにした状態で、検索にテキストと打って、このカンバスパネルにゲームオーバー。大文字がいいですかね。ゲームオーバー。って感じで打って、ここをピクセル M プラスの12ボールドフォントにして、サイズを、どうします ?100 くらいにしようか。100? いいのかなこれ。とりあえずこれで、アンカーを中央にして、黄色いポチポチをクリックして、アライメント 0.5 にして、このサイズトゥーコンテントを入れると、サイズがぴったりになるかなっていう感じで、ただ若干左に寄ってるかなっていうのを、10くらい右に持っていこうかなと思います。ゲームオーバー。もうちょい上ですかね。50、違う。マイナス30。マイナス20。X を10で、Y がマイナス20くらいにしましょうかね。ゲームオーバー。この状態でプレイをしてみると、ゲームオーバーの画面になるかなと思います。じゃあ、とりあえずこのゲームオーバーの画面で、音が鳴るようにしたいなと思うので、サウンド。アンビエントサウンドを、持ってきて、詳細の、黄色いポチを押すと0に行くので、見失わないために00にしといて、どうしますかね。とりあえずこれを、最初に選んだというか読み込んでおいた、あれ読み込んでない。あれ読み込んだつもりが読み込んでない。ということで、ここにサウンドデータを読み込んでいきたいなと思います。ですね。ちょっと順番が前後しちゃったな。基本的に Wave ファイルは読み込んだだけで大丈夫なんですけど、この BGM となって、BGM アンダーバーってなってるのは基本的にループさせたいので、ループにチェックを入れて、で、音量的には好みなんですけど、一旦あんまりうるさくないように 0.3 にしておいて、っていうのを、全部やりましょうか。これってあれですかね。いっぺんに一体できるんですかね。プロパティマトリックスで一斉編集。いけそうだな。で、とりあえずこれを、やってみましょうか。プロパティマトリックスで一斉編集。ジングル。タイトルコール、これあれですね、全部ループじゃなくて、タイトルコールと、どれだろう。この BGM ってなってるのは、ルーピングにチェックを入れて、あとはどれだ？プレイバック。どこを見ればいいんだ？ここっすね。この、一番右のサウンドの中のボリュームを 0.3。もう全部 0.3 にしましょう。これでいいのかな？すべて保存。これで、全部いいんじゃないかなと思うので、とりあえずこれが開いたら、
あれ音鳴ってる？鳴ってなかった。ゲームオーバーは、これですね。ME47。ちょっと今、スピーカーの設定がはぶっちゃうかもしれないですけど。とりあえず、聞こえてるみたいなのでいいですかね。チャラリー、チャラリラリーラーみたいな感じですね。残念感が伝わってきていいんじゃないかなと思います。で、次が、このレベルブループリントを、ゲームオーバーのブループリントを、ゲームモードか。ゲームモードを選んだ状態で、ディレイ、D を押しながらクリックで、4秒経ったら、オープンレベルでタイトルに移動します。で、タイトルに移動し、ちょっとあれですね。タイトルに移動する前に、とりあえずこの何も設定してないこの BP インプットをゲームオーバーにも一応ドラッグしておきます。この、なんていうんですかね。クイットというんですか、そのクローズとかそういうの程度はちょっとここに入れておきたいなと思うので、エスケープをして消えるようにはしておきたいなと思います。この辺も後でっていう感じなんで、とりあえず置いとくっていう感じですね。で、次に、またこのファイルから全て保存を選んで、マップ、タイトルに移動して、ここにもとりあえずサウンドを置いておきましょうか。サウンドを00に置いて、音は、何がいいですかね。タイトル、確かタイトルっていうのがあったので、どれだ？ ME タイトルコールですね。で、オブジェクト的には、とりあえずインプットも置いといて、これまだ設定してないんで入れなくてもいいですけど、インプットを置いといて、どうしましょうか。ここの状態で、今この状態でやると真っ黒ですよね。で、とりあえずこのハットに対して、イメージを置いて、このイメージのこのブラシ、隠れてるんですけど、ブラシのところから 2D バックグラウンドっていうテクスチャを選んで、この最初から入ってある謎の背景を使って、サイズ的に1920の1080にしときましょうか。イメージサイズ。これもよくわかんないですけど、とりあえずここもぴったりにしときましょうか。くらいですかね。で、とりあえずその上にテキストと検索して、テキストをあてがって、ここを UE4 スペース、スタディ UE4 スタディっていうのをピクセル M プラス12ボールドでサイズを150にしましょうか。で、サイズ2コンテントにチェックを入れて、アンカーの位置を真ん中にして、00にした状態で、アライメントを、どれだ？ 0.5。で、真ん中にした状態で、位置を、いくつくらいですかね？ 300。逆だ。マイナス300。
マイナス300で、まあ、せっかくなのでシャドウとかが簡単にできるので、シャドウを入れましょう。この A の値を1にすると、シャドウが入るんですけど、このピクセルちっちゃいんで、あれですね。10、値を10、10くらいにすると見えてきますかね。まあ、後ろが黒いんで見えづらいですけど、とりあえずこれでいいです。で、複製をして、複製したやつは、どうですかね。100くらい。まあ、100にしておきましょうか。で、ここを 2D アクションにしましょうか。アクション。アクション。この方がいいかな。で、影を77くらいにしましょうか。ちょっとサイズやっぱ70、75くらいにしましょう。で、位置関係的には、150、マイナス150、マイナス100、マイナス100、120、いや、100、マイナス100くらいにしておきましょうか。で、あとは、次にボックスと検索して、まあ、バーティカルボックスを出して、真ん中設定、00のアライメント、マイナス 0.5、マイナスじゃない、0.5 ですよね。で、y が0。y が0のままでいいかな。で、次に、ボタン、BUT でボタンを出して、バーティカルボックスの中に入れて、次にテキストと打って、いきますかね。で、サイズ、バーティカルボックスのサイズを250の縦を210くらいにしといて、テキストのサイズを36にしときましょう。で、ボールド、12ボールドをまた選んで、プレイって感じですかね。で、まあ、この辺はまあもう基本的にはちゃんと作る場合は画像で指定するかなと思うんですけど、とりあえず横着というか、まあ基本的にはこっちか、ブラシボタンの方のスタイルを選んで、このノーマルと、どれだ、ノーマル、ホバーはプレスで選んで、このティントって値の、アルファ値を 0.2 くらいにすると、まあ、なんていうんですかね、少し手間かけてますよ感が出るかなという気がするので、とりあえず、ノーマルを 0.2 にして、他を 0.4 にしておきます。まあ、ちょっととりあえず見た目を見るために開いて、まあ、こんな感じですね。プレイ。で、この、あれですよね。このマウスクリック、マウスが見えなくなるとこうクリックがしづらいので、どこに入れましょうか。とりあえずこのタイトルの GM で、これもまあ、何度もやる工程になるかなと思いますが、ゲットコントローラー。ゲットプレイヤーコントローラー。これかな、を選んだ状態で、マウスのセット小マウスカーソルを出して、まあ多分マウスで検索すると一番下に出てくると思うんですけど、小マウスカーソルのチェックを入れると、まあ多分これで、まあ画面
画面をクリックした後も矢印が見える状態になるかなと思います。そんな感じですかね。プレイ。じゃあ、あとは必要なものを用意して、どこだこのボタンを複製して、プレイのところを、まだ全然設定するつもりないですけど、オプションみたいなのを用意して、で、またボタンを複製して、クイット。どうなんですかね、これ、英語のゲームだったらクイットで全然通じると思うんですけど、日本でクイットで通じるか。こういうゲームやる人はみんなわかるのかなって感じですね。スペーサー。ただ、なんかあれですね、家族にやってもらうみたいな時に、クイットって何って聞かれると、なんか毎回聞かれるとめんどくさいなって気がしますよね。で、ちょっとスペーサーで10くらいスペース入れておきましょうか。で、とりあえず見た目を確認して、プレイをして、オプション、クイット。プレイオプション、クイット。とりあえずプレイとクイットだけ入れておきましょうか。ボタン、プレイのボタンを選択した状態で、この辺ちゃんと名前つけた方がいいんですけど、今放着してクリックをしたら、オープンレベルで、ここで、レベル01。で、さっきのページに行くと思います。次がボタン01クイットの項目で、クリックしたら、クイット。クイットゲーム。これ読んだだけで基本的に閉じるかなと思うので、これで、この状態でクイットを押すと消える。この状態でプレイを押すとここに行くっていう形で。で、せっかく、音楽読み込んだので、ここにも音を入れましょう。タイトルへ行って、どうなんだ？タイトルへ行って、マップか。ここでレベル01に戻って、ここでもサウンドと検索してアンビエントサウンドをここに置いて、なんかこれ開いた瞬間はこう背景が出てくるんで、Y 軸に変なのが入っちゃう。で、置いた状態でどれだ？多分、どれだ？これ。これか。一番上の出ました一等賞。これで音が鳴るかなって感じですね。で、ライフも減って、ライフが0になった状態でダメージ受けるとゲームオーバー。ライフがマイナス1になってる。いっか。とりあえずこれでこういう感じかなって感じですよね。クイットで閉じると。じゃあせっかくなので、あれを消しておきましょうか。このライフがゲットテキスト。違う。なんかビジュアルスタジオが立ち上がってる。違う。そうじゃないんだ。これか。ゲットテキスト。ライフカウント。ここの間に、クランプ。ここの値を表示上は0から99にしますみたいなことにしとくと、いいのかなって感じですね。で、2D サイドのここにも
まあ入れとこうかなって感じですね。まあマイナスにしましょうよっていう、マイナスいくつまででもいい、でも面白いんじゃないかっていう場合はこれを消しとけば、なんだろう、死んでいくとどんどんマイナス100とかマイナス1000とかまでカウントするかなっていう感じなんですけど、まあ、とりあえず0になったらゲームオーバーみたいな感じにするんだとしたら、マイナスより下の数値はちょっとまあ多分欲しくないと思うので、これでいいんじゃないかなと思いますって感じですかね。ライフが2、3、3、2、1でゲームオーバーって感じですね。でプレイを押すと始まる。まあ、この辺もなんすかね、スタートしてすぐに始まるっていうより何かしら321みたいなのがあってもいいのかもしれないですけど、とりあえずこれはこれっていうことでですかね。で次はちょっとこの辺あれですね、この辺もうちょい峠作りましょうか。よいしょ。ここの峠を同じブロックをちょっと増やして、こんな感じにしときますかね。で、あとはここでオルトキーを押しながら置くとですかね。こんな感じですかね。で、とりあえず前作ったこのデスゾーンに関しては、まあ、今後多分使わないと思うので、まあ捨ててもいいし、とりあえず置いとく感じで置いときます。よし。とりあえずこれでダメージか。でゲームオーバーになりましたって感じですね。でまあちょっと気になる人もいるかもしれないですけど、あ、これあれだ。そうスコアがスコアがリセットされてないっていうやつでしたね。すごいな、今回だいぶ段取りが悪いですけど、これですね、このゲームインスタンスの中にもう一個関数を用意して、リセットでいいか。リセットとして、まあこの辺にあるやつ全部セットで読み込んで、リセットが呼ばれたら、リセットが呼ばれたらこの数値になるっていう感じですかね。スコアカウント0、コインカウント0って感じですね。でライフは3っていうのをゲームオーバーイベント PP ゲームオーバー、違う、ハットじゃない、ゲームモードでこの前かな、この前にどっから持ってこようかな、キャラクターのとこからこのゲームインスタンスをコピー、この2つをコピーしてゲームモードに持ってきて、青いところからリセットと押すと、これがここにつながって、リセットがかかってからタイトルに戻るみたいな感じにしましょうかね。もしくはタイトルに戻ったらっていう扱いにしてもいいかもしれないですけどね。その方がいいのかな。まあ、いいや、とりあえずこのままでやってみましょうか。この状態でスコ
死んで、4回か。4回死んで、ゲームオーバーになって、どうなんだろうな。数字、最終的にちょっと変わってからこっちに来ちゃってるのがあんま良くないっすね。その場合は、せっかくここに作ったけど、これは間違いだっていうことで、コントロール X でカットして、やるとしたら、タイトルか。タイトルに戻ったときに、こういう感じですか？マウスカーソルよりは重要な気がするから、もうマウスカーソルの方が後がいいか。よいしょ。こういう感じにしとくと、っていう感じですかね。タイトルが開いたらリセットがかかりますよっていう方がより良さそうかなっていう感じですかね。この辺あれですよね。このニョローンってしてるのがあんまり好きじゃないですね。このターゲットの中にこうパカッて入ってくれるといいんですけどね。パカッて。パカッ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 。こういう感じに入ってくれるといいですけどね。って感じですかね。あとは、こんなもんかな。あと多分気になってる人がいると思うんですけど、これで死んでもコインが復活するっていうのが、気に食わない人も多分いると思うんですよね。これはリスタートをかけてると、最初の状態に戻るっていう状態になっちゃうんで、初期のロックマンやマリオに関しては、多分コインとかは出たままなのかなと思うんですけど、そうですね。この辺、取ったことを記憶さ、これを取ったっていうことを記憶させるか、もしくはリスタートを使わないっていう選択肢になると思うんですけど、そのリスタートを使わないっていう場合は、このディサブルムーブメントを多分こっちのストップムーブメントにしといて、このリスタートの代わりに、この読み取れ線投票グラフ、これか。この状態でセットアクターロケーションですかね。で、指定した位置、初期位置、初期位置にこれを使って、このロケーションに関しては最初に設定しておく必要があると思うんですけど、ここの数値を開始時にキャラクターのロケーションを多分 begin かな。この begin のところにスタート、例えばスタートって打った状態で、このベクターの変数にしといて、スタートセットでアクターロケーション、ゲットアクターロケーション、こういう感じでセットしとくと、多分
死んで2秒後に初期位置に戻るっていう扱いになると思うんで、それでいいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと今回は初期のロックマンや初期のマリオっぽくリスタートしとこうかなと思います。この辺もマリオっぽくってなってくるとセレクトのレベルに一回行って、黒い画面で1の2とかそういう残り残機数いくつみたいなの出てから開始する感じになると思うんですけど、とりあえずリスタートレベルにしとこうかなと思います。ここもやるんだったらって感じですよね。って感じですかね。って感じで、とりあえずもう一回プレイをして、今回はゲームオーバーまでやって終わりましたっていう感じで、ですって感じで、次回はどうなるんですかね。いつもはノート PC で寝っ転がって録画して後で声を入れてたんですが、今回は試しにデスクトップで作業しながら初めて OBS で録画してみたんですが、なんか長くなりすぎましたね。ちょっともう編集する気にならないなって感じなんですけど、この長さで最後まで見てくれる人っているんですかね。